こんにちは、メイです。前回はお揃いの住宅街を作ったので、今回は案内所裏にリンゴ農園を作っていきます。リンゴ食べたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では早速、リンゴ作りに励んでいきましょう。都会的な道を駆け抜けていきます。案内所裏が難しすぎて、ずっと放置されていた場所ですね。ちょうどエリアとエリアをつなぐ感じです。マップで見るとこの辺り、今回もサクサクっと作っていきます。時計塔を作った時の崖をつなげていき、今回のリンゴ農家を作る位置にも崖を作って土地を高くします。案内所裏と駅も2段目を作ってつなげていきます。左の崖、案内所裏、駅をつなぐ崖ができました。滝上下1マス、間の川幅は4マスです。2段目は縦7マス、横6マスですね。橋を架けるのが苦手なので、いつも悪戦苦闘。階段と色を合わせて石の橋を架けます。橋がかかって便利になったので、農家側へ道をつなげていきます。マイデザインで道を作って自分の中の道しるべにします。目印がないとよくわかんなくなるんですよね。斜めの橋を作りたいときは4マス斜めに掘ってから奥側を4マスに掘ればいいということに気がついたあつ森生活4年目です。あとは間を掘って周りを滑らかにするだけなのに気がつくのに4年もかかった愚か者です。いかに何も考えていなかったのかがわかる発言ですね。こちらは色を合わせずレンガの橋です。かなり迷いましたが可愛い感じに仕上げたいのであえてレンガの橋です。滑らかにしておきます。大は小を兼ねるということでいつも大きめに作っているので過去の自分の尻拭いをしている最中です。斜めの端に合わせるように斜めの道を作ります。斜めに敷いたらあとは今まで作った道をつなげていくだけですね。いつもまっすぐにしか道を敷けないと己の技術力に嘆いていましたが、ついに斜めの道という神器を手に入れ複雑な道を作っています。ストロン島シーズン2が始まって以来の快挙です。Z の逆かのような道が敷けましたので、農家の方を呼んできます。1人目の農家の方はアイーダ様です。特殊な技で天候を操ります。ストロン島のアイーダ様は農業に特化していますからね。有名な白い猫のイメージカラーのお家にしておきました。もう一人の農家の方をお呼びいたします。もう一人の農家の方はジェシカです。アイーダ様と仲良しそうだからという理由ですね。家の色の鮮やかさを下げて他と馴染みやすいようにしています。案内所横の道路と崖の間にシンプルなパネルを立てていきます。階段を取り付けるので最初に飾っておいた方がいいものは先に取り付けます。案の定この後家具を飾っている時に出られなくなり緊急脱出サービスを利用したのは後の話。階段と端回りを飾っていきます。出られなくなったのはここ。植物を飾って手すりで最後まで塞ぎます。階段上の飾り付けです。草を敷いて低木を生やします。10月がシーズンの金木犀です。今回も森を取り戻す運動をするので草を多めにしていきます。都会的で草がない感じも好きなのですが、秋なので草を生やしたくなりますね。左側と雰囲気を合わせてハロウィンな柵を立てます。最近は金木犀の低木がかなりお気に入り。10月までしか咲かないのを知らず、11月に入ってなぜ咲いていないのと嘆いていたので、これからシトロン島は10月固定です。落ち葉舞う季節にはなれないですね。橋の周りができました。滝を突っ切ってきた船が気になりますね。次は家周りを飾り付けます。家がお揃いなのでお揃いっぽい雰囲気が出るようにしていきます。そう思っていましたが今のところお揃いは街灯だけですね。飛び石を扉前に敷きます。オランジ島でも使っていたものですね。本日初登場のリンゴ。
リンゴ農家と言いつつ5分経ってようやく出てきましたね。リンゴをたくさん植えていきます。ちなみにシトロンと特産フルーツは桃です。勝手に特産品を買いました。脚立とかバケツとか収穫に必要そうなものを置いていきます。いかにもリンゴ好きそうなお家回りですね。もう少し周りを飾り付けていきます。いつも爪が甘いので自分に厳しく最後まで橋を作ります。家周辺が完成しました。後ろに見える海もいい感じに。次は案内所真上に取れたてリンゴキッチンを作ります。こちら側にもリンゴの木。ガゼボを置いて雨を避けます。石窯は多めに置いていきます。木の近くなのでかなり心配な配置です。火の扱いにかなり慎重にならないといけないですね。リンゴのメニューが書いてある黒板です。真ん中は厨房にします。カウンターテーブルとカントリーなキッチンを置いて木の温かみを取り入れます。リンゴワインにする樽を置いて酒も完備。余ったスペースはリンゴの木を置いてさらにリンゴ農家っぽく。案内所上にあるのでリンゴが特産かのような振る舞いがすごいですね。段ボールはリメイクしたので通常120ベルのところ1箱1000ベルでした。出来たてリンゴキッチンができました。リンゴの美味しい香りが漂ってきそうです。これで全て完成です。案内所へのリンゴ農家のクリエイトはいかがだったでしょうか。この辺りいい香りしそうだなと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。